本日は皆様、大変お忙しい中、かつお足元が悪い中、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。それでは早速スタートさせていただきます。まず、最初のページ、結論と要約になります。売上高は対前年 1.8% 増の331億円。営業利益は 5% 減の 36.5 億円となりました。こちらは前年同期からの増減を示したグラフでございます。セグメントごとに濃淡はございますが、全体業績は計画を上振れて着地をしております。続きまして各セグメントの状況です。ネットインフラ事業は 17.5% の増収、23.2% 増益、民営への投資をこなしつつ大幅増益となっております。決済をはじめといたしました既存の事業が好調なことに加え、第2四半期以降も民営の損益改善、ドットショップの立ち上がりを控えており、収益期の足音が聞こえてきております。ネット証券事業は 10.5% 減収、5% の減益となっております。取引高の急増によりカバーコストが一時的に上昇し、収益性が落ち込んだものの、現状は収束し、足元の業績は回復をいたしております。続きましてネット広告メディア事業です。0.9% の減収、20.4% の減益となりました。これは大口のお客様が出向を控えられたことによる売上減に加え、自社商材の強化のため投資を継続したことから減益となっております。モバイルエンターテインメント事業は 46.1% の減収、営業損失は 2.2 億円となりました。再建計画グローに着手いたしております。コストコントロールのさらなる徹底を進めながら、背水の陣の構えでヒットタイトルを狙ってまいりたいと考えております。さて、こちらのページ、繰り返しとなりますが、本年度2016年も強いところはより強く、弱いところはナンバーワンの商材を持つという基本方針で事業を進めております。第一四半期は前年比で増収減益となりました。最終利益は税負担の平準化などにより 13.6 億となっております。続きまして、通期業績予想に対する進捗です。第一四半期なので4分の1、25% が目安となっておりますが、投資案件が第一四半期に偏っていたことにより、第7期連続の通期業績達成に向け、社内計画を上回って着地をしております。続きまして、第一四半期の決算概要です。ご覧いただいておりますのは、連結の四半期業績推移です。青が売上高、水色が営業利益、オレンジ色が戦略投資になります。戦略投資を受け、前四半期でも利益改善につなげております。続きまして、セグメント別の四半期売上推移です。インフラのストック収益をベースに拡大が続いております。こちらはセグメント別の四半期利益の推移です。昨年は好調な証券の利益を他のセグメントに再配分しておりました。今期に入ってからはインフラが大幅増益となり、インフラ、証券が全体業績を牽引する構造となっております。以上が結論と要約となります。12ページは PL のサマリでございます。ご覧のようになっております。
原価が増えておりますのは、主にアクセス事業の売上増によるものです。13ページは BS のサマリーでございます。ご参考までに GMO クリックホールディングスのバランスシートを一番右に記載しております。有利子負債が増加しておりますが、証券事業における年度末の資金需要による一時的なものでございます。また若干自己資本が減少しておりますが、これは自己株式を取得したことなどによるもので、財務基盤に現状不安はございません。14ページをご覧ください。前回に引き続き、当社グループの時価総額と持ち分相当額についてご参考までにまとめております。現状、GMO インターネットグループ全体の時価総額は5415億、持ち分相当額の時価は2316億円となっております。16ページをご覧ください。こちらはキャッシュフローの状況です。こちらのページもご参考までに GMO クリックホールディングスのキャッシュフローを一番右に記載をいたしております。GMO クリックホールディングス連結とともに営業キャッシュフローがマイナスになっておりますが、これは証券事業における年度末の顧客資産の増加による季節的なものでございます。続きまして、グループの概況につき皆様にご報告申し上げます。18ページは当社の4つの事業領域を俯瞰いただきました図です。インフラ事業の契約件数、メディアのスマホユーザー、証券の口座数など、顧客基盤が着実にかつ順調に拡大していることをご確認いただけると思います。次のページは3月末のグループスタッフ数です。現状4633名、うち2000名がエンジニア、クリエイター、作る人でございます。このものを作る人の比率は現状 43.2% でございますが、この比率を早期に5割以上まで高めることを目標といたしております。1995年にインターネット事業に参入して約20年、インターネットのインフラ、サービスインフラを自らの手で開発、販売、そしてサポートをしてまいりました。今後もこの方針は変わりません。次のページから各セグメントの状況になります。21ページはネットインフラ事業の構成でございます。提供するサービスすべての領域において圧倒的ナンバーワンとなっております。22ページは四半期業績推移です。大幅な増収増益となっております。これはミンネのプロモーションを対前年でプラス 1.4 億円をこなした上での数字です。インフラの力強さをお感じいただけるかと思います。23ページ。こちらは各インフラ商材の四半期売上推移でございます。EC、決済を中心に売上が拡大し、過去最高の153億円となっております。次のページはインフラの契約件数でございます。今期より海外の SSL 契約件数、そしてアクセス事業の会員数が増加してまいりましたので、加算をいたしております。合計ネットインフラ契約件数は737万件となっております。なお、ミンネの KPI は流通総額といたしているため、契約件数には含んでおりません。インフラ事業のミンネを除く契約件数をここに表示させていただいております。25ページはネット証券事業です。
26ページ、ネット証券事業の四半期業績推移です。前期比、全四半期比ともに減益となっております。これはカバーコストが一時的に上昇し、収益性が落ち込んだことによるものです。しかしながら、現状は収束し、足元の収益性は、昨年後半同様に回復をいたしております。27ページは四半期の FX 取引高の推移です。ご覧の通り、ボラティリティの上昇により、対全四半期で取引高が急増し、一時的なコスト高となりました。次のページは、GMO クリックホールディングスの各種 KPI になります。FX の取引高は2012年度より4年連続で年間世界1位を達成いたしました。システムの企画、開発、保守、運用を自社で行うことにこだわり続け、多くのお客様にご支持いただいた結果だと考えております。また、株式の売買高は現状国内5位でございますが、引き続き強化をしてまいります。次のページからはネット広告メディア事業のご説明です。30ページは四半期業績の推移になります。トップラインは好調だった昨年度と同水準となり、広告需要を取り込んでいるものの、自社商材への投資が継続し、減益となっております。31ページは四半期の売上の推移です。ネット広告事業は運用型広告の出稿減により前期比で減収。インターネットメディアは EC メディアが牽引し増収となっております。32ページは広告メディアセグメントの主なグループ企業のサマリーです。ネット広告事業を中核とする GMO アドパートナーズ、ネットメディア事業を中核とする GMO メディアの概況については先ほどご説明をいたしました通りです。GMO テックにつきましては外部環境の変化と自社開発への投資により減収減益。GMO リサーチはリサーチ、広告収益ともに好調で増収増益となりました。今期も本セグメントは自社商材、自社メディアの開発強化に努めてまいります。最後にモバイルエンターテインメント事業でございます。当セグメントはゲームタイトルの完全内製化と絞り込みを行い、コストコントロール、体制を強化してまいりましたが、新たなヒットタイトルの創出には残念ながらまだ至っておりません。この度、再建計画グローを掲げ、組織再編を行い、背水の陣の構えでヒットタイトルを狙ってまいります。35ページ以降はグループ全体戦略についてです。強いところはより強く、弱いところはナンバーワンの商材を持つという基本方針のもと、まず、金融決済領域で推進をいたしております、アライアンスの進捗についてご報告を申し上げます。38ページをご覧くださいませ。昨年度よりご案内をいたしております通り、証券、決済、ネット銀行の各分野にて、大手企業様との提携を進めております。ご覧いただいておりますページは、資本提携の概要のサマリとなっております。ネット銀行につきましては、共同運営スキームに GMO クリックホールディングが加わり、金融と IT の融合によるイノベーションによって次世代型のインターネット銀行の共同運営について検討を進めております。39ページをご覧くださいませ。こちらは業務提携の概要となります。まず決済分野では2月から合弁会社 SMBC GMO ペイメントが営業を開始いたしております。
そして証券分野では、まずは株券の貸借取引やコンテンツの共同開発など、商品ラインナップの拡充、快適な情報アクセスを提供することにより、さらに広い投資家層様から選ばれる証券グループを目指します。今後は当社グループの自社開発力と大和証券様の総合証券グループとしてのノウハウを組み合わせることで、先進的な金融サービスの提供に向け、引き続き協力体制を構築してまいります。ネット銀行の分野におきましては、インターネットを活用して事業を展開している中小企業のお客様を中心に、生産性の向上に直結するサービスやフィンテックを活用した新たなご融資、また GMO クリック証券との銀商連携サービスなど、魅力あるサービスの提供を検討しております。今後は関係当局のご承認を含め、2017年度中の開業を目指し、引き続き進捗を皆様にご報告してまいります。40ページをご覧くださいませ。グループ戦略2つ目、民年についてご説明をさせていただきます。今期も GMO ペパボ社が提供する民年に戦略投資を行っております。通期合計で約10億円の投資を予定し、主にウェブ広告を中心としたプロモーションを継続して実施予定です。42ページでございます。作家様の数、そして作品の数もともに国内ナンバーワンで、さらに拡大を続けております。43ページでございますが、作家様の数、作品数のシェアはご覧の通りです。引き続き圧倒的ナンバーワンを目指して運営をしてまいります。そして44ページは、結果といたしましての流通額でございます。対前四半期 16% 増の 19.7 億円となっております。2016年度は年間約100億円の流通額を見通しており、GMO ペパボ社の中核事業となるべく成長を続けております。45ページは民年のトピックスでございます。先月の末に東京ビッグサイトにおきまして日本最大級の日本ホビーショーと3日間の同時開催として民年のハンドメイドマーケットを開催をいたしました。この期間中に1800名の作家様にご出展をいただき、約6万5千名のお客様にご来場をいただきました。続きまして46ページをご覧くださいませ。先日発表いたしました新ドメインドットショップの進捗につきご報告を申し上げます。前回もご説明しておりますが、当社グループのドットショップの戦略に関しまして、考え方をこちらに整理した通りでございます。次のページですね。国内におきましてドメイン卸、ドメインの販売は現在9割以上のシェアを保有しております。そしてこのドットショップでございますが、国内ではもちろん販売を行いますが、当社グループの世界戦略の中核商材として、世界中のドメインの販売事業者様に卸し、今後のグループの成長を牽引してまいります。ご覧いただいております通り、ドットショップは決して真似されない唯一無二の商材でございます。そして枯渇しないストック収益の源泉となります。これを踏まえまして、今後のスケジュールや戦略についてご説明をさせていただきます。ドットショップの卸販売を行う GMO ドメインレジストリ社は、ドット東京をはじめ複数のドメインの卸、運用をすでに提供しております。卸のシステムにつきましては、すでに構築済みのため、そのシステムをそのまま流用したいと考えております。そのシステムを用いて、この第2クォーターの後半には、商標権者様向けの提供を開始いたします。
商標権者様向けのドットショップの提供は、すでに商標をお持ちの方の、に販売をするという意味でございます。例えば、Amazon 様ですと Amazon.shop や Yahoo 様ですと Yahoo.shop、Google 様ですと Google.shop など、ドメインをお持ちの方に、販売することを想定しております。その後、一般名称の、例えば Wine.shop、例えば Flower.shop など、価値の高い文字列のオークションを実施し、秋から年末にかけて一般登録を実施する予定でございます。このスケジュールですと、収益にプラスのインパクトが出てまいりますのは、おそらく3級以降になるのではないかと考えております。適宜進捗につきましてはご報告をしてまいります。49ページでございますが、このドットショップの販売単価と件数をプロットし、イメージした図となります。価格は現在検討中でまだ未定ではございますが、イメージを皆様にお伝えしたいと思い、この表を作ってみました。一般登録が最も価格が安く、圧倒的に多くの件数が登録されます。商標権者様向けは一般登録よりは価格は高めの金額設定となります。そしてオークションで、一般名称、例えば wine.shop、flower.shop など各ドメイン文字列の価格に合わせて価格設定を行い、これは2週間の販売期間を予定しております。オークションですが、開始初日が最も高く、日を追って価格が下がっていくダッチオークションの方式を採用いたします。従来のカウントアップしていくオークション方式よりも、より多くの文字列を最適な価格で提供することを実現したいと考えております。そして収益の計上方法でございますが、50ページをご覧くださいませ。ドメインをご登録いただく際には、申請料と登録料が発生いたします。この登録料はいずれの登録ドメインにおいても、一部のドメイン文字列を除き、原則同額で、こちらは登録時に期間案分して売上計上されます。オークションの費用部分にあたる申請料は、ドメインの登録時に一括計上されます。商標権者様向けは、申請から登録までに60日の審査期間を経て登録となるため、2級の後半からサービスの提供を予定しておりますが、実際に売上に計上されるのは3級からになります。51ページをご覧くださいませ。それでは、これまでに販売されたプレミアムドメイン、オークションされたドメインの他社様事例をご紹介させていただきます。情報はすべてが公開情報ではないため、最も高額で売買されたドメイン名がここにあるかはわかりませんが、例えば、lending.club、これは金融事業などで活用されるイメージですが、25万ドル、約2700万円。wine.club も14万ドル、約1500万円と非常に高額で売買をされております。他社様の例ではございますが、この wine.club よりもおそらく wine.shop の方が、バリューがあるというふうに、思っておりますので、この辺のオークションにつきましてはご期待をいただきたいというふうに思います。次のページでございます。こちらも他社様事例ではございますが、記載してあります通り、ドットクラブのリリースによると、オークションで販売されたプレミアムドメインの販売総額が371万ドル、約4億になったとリリースがございました。件数は非開示ではございますが、おそらく数千件の単位でプレミアム購入が、オークション購入があったと想定しております。平均単価はあまり高額ではないものの、かなりのオークション需要が世界中にあることがご確認いただけると思います。そして、ドットオンラインでは、一般登録を開始してから
24時間で38,000件の登録があったようで、これは新ドメインの中では新記録だったようでございます。昨年の9月からドットオンラインは発売を開始し、約8ヶ月ではございますが、平均6から10ドルで販売され、現在はすでに26万件の登録がされております。ドメインと言いますのは、文字数によりまして需要が左右されることが統計的に分かっております。ドットオンラインというですね、5文字のドメインよりもドットショップの方が当然のことながら言葉の意味、文字数からもバリューが高いというふうに考えております。これらのドメインよりも件数、オークションの収益ともに上回るというふうに想定をいたしております。これらの事例からドットショップの可能性を十分にご期待いただけるのではないかと思います。そしてこのドットショップでございますが、自伝のポテンシャルランキングでも1位、あとバリューランキングでも1位を獲得しております。私どもが1999年から提供を行ってまいりましたドメイン事業のノウハウ、グループの技術力を結集し、世界中の店舗、あるいは EC 事業者様にウェブサービスで広くご利用いただき、多くのお客様の情報発信のお手伝いをしてまいりたいと願っております。このショップ、私ども大変期待をしておりますが、適宜皆様にもご報告を行ってまいります。ぜひご期待ください。続きまして、海外の事業の状況について簡単にご報告申し上げます。当社グループはすでに世界18カ国42の拠点で事業展開を行っております。4600名強のスタッフのうち、海外のスタッフは719名でございます。タイのネットデザイン社のグループジョインに関しまして、基本合意の発表を行いました。現地有力企業との提携により、ZCOM ブランドによるドメイン、クラウドホスティング事業を早期に立ち上げてまいります。この ZCOM ブランドにおきましても、ドットショップ。このドットショップは卸が中心ですが、ZCOM を通じて世界各地で直販もしてまいります。ZCOM の商材の一つとしてドットショップも販売し、そしてカート、SSL、決済のアップセルの起点と位置づけ、積極的に取り組んでまいりたいと思っております。55ページ、こちらは海外売上高でございます。四半期で 10.9 億円。その比率は 3.3% となっております。若干減少いたしておりますが、これは韓国のゲーム事業の撤退に起因するもので、その他のインフラ関連の売上は徐々に積み上がりを見せております。下期にかけましては、ドットショップのローンチを控え、海外売上高比率をぐっと高めるとともに、純粋なストック収益とさらなる質の良い利益が増加してくるというふうに考えております。そして今回56ページ以降、ネットインフラ事業の今後の展望について簡単にお話をしたいと思います。57ページは先ほどインフラのパートで一度ご説明をさせていただきました四半期の業績推移です。当社グループは民ネや海外など今後の成長分野への投資を継続してまいりました。これは足元の状況ですが、次のページが今後のインフラ事業の収益のイメージです。あくまでも縦軸はイメージ。この縦軸は具体的な数字ではなくイメージではございますが、国内の既存のナンバーワン事業の成長に加えまして、民ネの取扱高の増加分、そして民ネはプロモーションコストは昨年度比で負担が減少してきており、再投資の可能性もあるものの、じわじわと収益貢献してくることを想定しております。ドットショップは2級の終わりから提供を開始し、先ほどお話ししました通り3級から売上計上が開始されます。ドットショップは権利の取得費用約49億円の償却が、その3級からスタートいたしますが、償却は20年償却でございますので、月額の負担額は約2000万円です。よって、月額コストは軽微と考えております。オークションによる一時売上の後に一般登録開始、そして来年の3級からは更新料金がストックとして積み上がります。
さらに Z-COM ブランドで展開するアジア圏に向けるインフラサービスは、さみだれ式に各国で提供を開始してまいります。今期に与える Z-COM の収益、コストの影響は軽微でございますが、海外戦略の足がかりとして今後のグループ成長を牽引してまいります。現状このインターネットインフラ事業は国内外737万件のストックのご契約と日々1500件の新規のご契約を現状いただいております。現状1500件の新規でございますが、ドットショップのスタート、あと Z-COM の各国さみだれ式のスタートで、おそらくこの1500件が、売買ゲームで増えてくるというふうに考えております。この世界戦略商材の立ち上がりにより、インフラセグメントの成長を急加速させたいと考えております。最後に59ページ。株主様還元につきご報告申し上げます。当社は成長企業グループとして必要な投資の継続と株主様還元を重視しております。このバランスを重視しております。昨年度発表した通り、さらなる株主様還元の充実のため、総還元配当成功 50% を新たな目標として設定をいたしました。当期純利益の 33% 以上を配当成功とし、残りの 17% につきましては、自己株式の取得と償却を毎年実施してまいります。次のページですが、すでに2015年度の当期純利益の約 17% 分の自己株式の取得及び償却については、こちらにあります通り終了しておりますことをご報告申し上げます。当社グループは、業績予想を6期連続達成し、今期もインターネットのインフラ事業を中核としたストック型の収益をベースに、新たな収益の柱となるドットショップの提供、そしてフィンテック分野でのさらなるチャレンジを続けながら、成長企業として株主様の皆様への公約を果たしてまいります。本日はお忙しいところ、当社決算説明会にご来場いただきまして誠にありがとうございました。すべての人にインターネット。以上でございます。